はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下戸慎です。アレクです。よろしくお願いします。今日はですね、またコメント欄に来てたお悩みに答えていきたいと思うんですけども、それが、下書きの書き方がわかりません。どうやったら上手な下書きが書けますかと。いうお悩みは、それをね、私ももらった時そもそもね、いやいやいや、下書きなんていうのはやがて消しちゃうもんだから。そうだよね。そうでしょ、もうそんなの適当でいいじゃんって一瞬思ったの。でもさ、やっぱその、プロの言う適当こそが、初心者には理解ができない部分だと私は思ってるんだよね。まあ、下津先生は俺見てても、下書きからくっそうめえって思っちゃってるから、ね。やっぱだからさ、本当によくよく考えたらさ、いきなりペン入れから始める人なんて世の中いなくてさ。まあ俺一発が。そういう人がね。ここにいたけど、まあ基本みんな絵が上手くなりたいと思ってる子たちは、まずよく考えたら下書きから始めるじゃん。まあ何書こうかなーってね。そう。ってことはやっぱ下書きって実はすごい大事な作業だったなって私も思ったのね。で、確かにそれがうまく書ける書けないで、その後のクオリティにも関係するのかもと思って。なるほどね。ということで、実はちょっと私も見落としがちだったけど、下書きの上手な書き方を今日は説明していきたいと思います。これを機によかったら自分の下書き見直してみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速教えていきたいんですけども、そもそも、上手な書き方を教える前に、下書きには大きく分けて2タイプの派閥があると思ってて、それぞれのメリットとデメリットを教えていきたいと思います。まあ、これで見てください。まあ、要はまずこっちの派閥、要はざっくり派の人たち。で、こっちの派閥、もうしっかり派の人たち。別にどっちがいい悪いとかはない。あと今私これマーカーで書いてるけど、実際はこれみんな消えるもので書いてると思って。鉛筆とかね。見えやすいために私はマーカーだけど、本来は私もいつも鉛筆とかでやるから、これどっちがいい悪いはなくて、もうその人のもう好みとか性格によるので、別にどっちがいい悪いはないんですけど、それぞれのメリットデメリットを言うと、このざっくり派のメリットデメリットなんだけど、メリットはまず何よりも時間短縮になるっていう。まあこんだけしか書かないもんね。そう、まあ時間が短くて済むから作画が早くいけるっていうのが一番のメリットかなと思います。で、デメリットっていうのは、まあ途中で今度ペン入れとかしてる最中に迷子になるっていう。要はその完成形があんまりしっかり書き込んでない分、自分でもなんかあれどうやるんだっけみたいになってきて、ペンを入れてる最中からもう別の絵になってっちゃったりとか、要はやっぱりなんか、みたいな感じになっちゃうっていう。あとあれどこペン入れればいいんだっけみたいになってきちゃうっていう。ざっくりしすぎてる。あとざっくりしすぎてて、ここじゃなかったみたいなところにペンを入れちゃう。まあそういうちょっとデメリットがあるかなと思います。で、今度こっちのしっかり派のメリットデメリット。まずこのメリットっていうのは、まあ完成形がこの時点でかなりしっかりイメージができるっていう。まあだから、まあ大きくさっき言った逆にこっちと逆のこと、迷子にならない。ペン入れてる最中っていうのが、まあ一番のメリットかなと思います。で、逆にデメリットは同じ逆なんだけど、もう時間がかかる。まあ一回正直ここでも結構なクオリティの完成度を出しちゃってる。時間がすごく倍かかっちゃうのかなっていうような気はして、それぞれの良さ悪さはあるけど、これが正直本当自分の性格とか、もう好みだと思うんだよね。で、さらに両方に共通するもう主体のデメリットみたいなのあって、まあそれはね、もうどんな時でもしょうがないと思ってほしいんだけども、ペンを入れたらがっかりっていう。下書きの方がうまいかったな。ラフの方がうまかった現象っていうのは、もうどっち選んでも起きます、絶対に。で、さらに、もうでもね、このペンを入れたらがっかりするっていうのはね、プロでも起きてるから。そうなんだ。あれも全然、ラフの方がなんか症状良かったな、みたいなことは多々起きる現象で、まあ、それは、なんか結構こう、いっぱい線書いてあるじゃん、こういうラフって。そうすると人間は脳内補正で一番いいね、線を選んで、なんか勝手によく見せてくれてるんだって。それがさ、ペン入れすると一本の線で書くじゃん。だからなんか違うなになっちゃうんだって。もうそうです。しょうがないことだから、そのね、どっちにも生じるデメリットは、もうそういうもんだと思ってみんなよかったら割り切って先に進んでください。割り切るのが一番いいと思う。ということで、じゃあまずこの自分がどっち派かなみたいのを考えてもらって、もちろんどっち派に分かれなくてもいい。この中間のハイブリッド型でも OK よ。なるほどね。ハイブリッドだな、自分はとかでもいいけど、まあ、どっちもそして悪いことじゃないよっていうのを先に伝えておきます。じゃあここから、うまい上手な書き方、3つ教えていきたいと思います。じゃあ今から私がちょっと実演するんだけども、失敗例やりますので、S 君なんかこれがいけないんだろうなってことに気づいたら、言ってもらっていいですか？わかった。いきます。苦手なんだよな、マジわかんねえから。いくよ。はい。じゃあ今から私下絵描きます。
S 君、そろそろ言ってくれないと先に進めなくなっちゃうよ。待って、このスタイル言葉じゃ無理かわかんない。ということで、S 君が答えられなかったので、もう私の方で発表するけども、何もわからなかった。やりがちなことをまず、いきなり顔の下書きから書かないです。だからこっちに、まあどういうまず下書きを最初にすべきかっていうと、今から描く絵の全体値をなんとなく把握してから描き始めたいの。今の下書きはもういきなり顔から描き始めて、他まだノープランだったでしょ。もしかしたら頭の中にはそれなりに何かがあったのかもしれないけど、やっぱ描いていくうちにあれってなっちゃうことっていっぱいあるから、まず私は今日今どんな絵を描こうかなっていうのを、やっぱりなんとなく当たり人形とかでいいから、こう形を取っていくっていうのを先にやるべき。もちろんこれのクオリティがうまく描けないっていうのは、そもそもまだその描き始めたばっかの人は画力の問題でいけてないってことは多々あると思うんだけど、まあそれでもいいから先にまず描きたい絵のこうイメージ図をこうなんとなくこう描いておくべき。っていうのがまず最初の上手な下絵の描き方のポイントです。まあなんかこんな感じで体育座り系のしてる人にしようかな。まあこんな感じでこっちを見ててこういう風に笑ってて、みたいな。髪型はだいたいこれぐらいの長さの子にしようかな、みたいな。で、なんだったら背景も今回はちょっと挑戦してみるのはどうしようかな。ここにクッションを足してみようかな、みたいな。ここの時点でのラフ出しですよ、こうどういう絵を今自分が描こうと思っているのかっていう。このざっくりでいいんだよ。それしっかり描かなくて大丈夫だからね。ざっくりみたいな。ああ、なるほど。こういうのを描くかっていう下書きを先にやってほしい。で、これをやった上での、じゃあ、この顔をもうちょっとやっていくかっていう下書きをしてほしいっていう。下書きの前の下書きみたいなのを先にしろ。そう。だからいきなり顔から緻密に描いていかないで、そもそもどんなポーズをしている人を描くのかとか、まあもちろんバストアップでも同じことね。でももしかしたらバストアップでも背景をどういう風なデザインにするかとか、そういう問題あると思うからね。こういう感じにして、みたいな。ここに熊の人形を入れても可愛いかもしれないぞ、みたいな。こんな感じで、みたいな。先に全体をイメージしておくっていうのをまずやってほしいなっていうのが、まず上手な下書きのポイント1でした。はい。じゃあ次行きたいと思います。はい。じゃあさっきのを踏まえて、先に全体のイメージ今決めておきます。ちょっと1段階目と2段階目分かるように、今回はちょっとあえて1回目のやつを鉛筆、2回目をペンでやるけど、これ本当はみんな鉛筆でやる作業だと思って。両方とも鉛筆で。で、これも良くない感じの例だから。まあよかったら S 君何が変、何が良くないか気づいたら言ってください。まあ今回はこうバストアップにして、みたいな。で、まあ、ここにこうやって手が入ってる絵にしようかな、みたいな感じで。まあ、まずざっくりとね、やります。なんか後ろにリボンがあったら可愛いかもしれないから、リボンでこうデザインをあしらうか、みたいなイメージをまず決めるような下書きをします。じゃあ、これからちゃんと下書きしていくぞって言って、やっていきたいと思います。そろそろ S 君なんか気づくことある？いや、いつも通りの作業すぎて、何も気づきません。何にも気づかないここで。だって、いつもやってることと一緒なんだもん、下先生が。これペン入れじゃないよ。今私やってること。下書きでしょ？そんなことしてたっけ、下書きででも。じゃあいつも通りじゃないよね。あ、そっか。いつも通りじゃないな、じゃあな。でも何がいけないのか全然わかんない。じゃあ S 君がわかんないので一回ここら辺でやめたいと思います。そこでダメなんだもん。まあなんかここでダメっていうかそういい？二つ目の下書き上手にするポイントっていうのは、一点集中してそこだけこまめに下書きをしないです。どういうこと？さっきのやつでも若干もう答えは出てたんだけども、今私はすごく集中して目を描いてたよ。で、今もう一つの目にこう移りかかってたよね。別に悪いことじゃないんだけど、ここをすごく力を入れてやるのはね。でも、なんか下書きって、ここだけを先にもう仕上げる勢いで描いてたよね。これ消すのに、どうせ消すのに。だから、ここだけじゃないよね、下書きって要は。だから。もっとざっくりでいいってことね。ざっくりでいいっていうかね、書き込むこと自体はほら最初に言ったしっかり派の人もいるから。悪いことじゃないの。私がやってってほしいこと、こっちに正しい例を見せますね。まず同じような当たり取ったじゃない。そしたら、やってってほしいことっていうのは、下書きだからね、もうどんな線でもいいんだけども、要は先にまずこれ。全体のイメージをなんとなく把握する。で、この後しっかり描きたい人が、ここからちょっとずつ全体に同じように質感の手を入れてってほしいの。
要は今はもう先に目だけ完璧に仕上げようとしてたよね。そうじゃなくて全体を把握する。でもやっぱこんなざっくりじゃ私はペン入れできないんですよって人は全然いると思う。しっかり派の人は特にね。だったらこの全体を描いた後に全体に同じような量でディティールを描き足してってほしい。なるほどね。っていうのもそれが一番バランスもよく取れるし、後で目だけ描いてここ良かったのに他がもう全然うまく描けなくなっちゃったみたいなことも防げるから。力尽きちゃったらいけないってことね。そうなのよ。力つけちゃったらいけないし、やっぱりここしっかり描きすぎて他のバランスがうまく取れなくて、ここでもつまずいちゃってってことがあるから。先にこれをやってから、もうちょっと私は下書きしっかり完成形のイメージが欲しいみたいな感じで、しっかり描いていくっていうようなことを。しっかり下書きしたい人はね。そう。もちろんこれでもペン入れれるって人はしてもいいけど、私はさすがにこれよりいつももうちょっとしっかり下書きしてるかなって思うから、ものによっては。だからここで一回細かくもうちょっと下書きをしていこうっていう感じで。っていう感じで、だから書き込む人は全然書き込んでっていいんだけど、ただ一点集中して、特にやりがちなのが目か顔かなと思うんだけど。顔はそうだよね。そこだけにすごい集中して書いちゃって、で、後で腕がもう手が書けなくなったみたいなこととか、完成されちゃうとここに入ってくる手が後でうまく入れれなくなってきちゃったりするからね。頭が硬くなっちゃって。なるほどね。だから案外完成されてない状態の方が変更が効くから、そういう感じでぜひ全体を同じぐらいの密度で完成させていくっていう下書きをするといいんじゃないかなと思います。じゃあポイント3つ目です。はい。3つ目なんだけども、もうこれは本当に極論になっちゃうんだけど、もう完成度を求めないっていうこと。言うても消すのよ、最後は書いたもの全てが、ね。下書きだもんね。下書きなの。結局大事なのはこの先の本番の作業で。私たちは今まだ助走をしてる段階なのね。だからそこに全力投球しちゃうと、もうその後力尽きるから。で、特にそこで下書きでね、時間がかかっちゃってたりする人とかいると思うんだけども、私のね、過去の経験上なんだけど、まず昔私も全体図とかイメージせず、こうやって顔から下書きしてたからね、顔だけ描いてるじゃん。でもやっぱさ、下書きだし消せるじゃん。なんか変だなと思うわけ。で、こうやって消すじゃん。で、納得いくように、ちょっと顔も口も変だったなと思うじゃん。で、こうやって書き直すじゃん。で、こうやってやって、こうやるじゃん。なんか変だなと思うじゃん。で、また消すじゃん、こうやって。っていうのを繰り返すじゃん。で、最終的にはさ、もう自分でも正解がわけわかんなくなってんのよ。わけわかんなくなってて、みたいになってて、結局一番自分で微妙な形にたどり着くっていう。いや、本当にあるのよ、マジで。そうなんだ。直しすぎて、もうわからないの、自分でも正解が。で、本当は中間の時点、もしくは直す前が一番良かったってことある？本当にあるよ、マジでね。悲しい話だけど。だから、下書きの時点で、迷走しちゃうんだもん。迷走しちゃうのよ。で、なんか違う。直しすぎた結果、本当の正解がどこかもわかんなくなるっていう。本当にこれあることだし、やっぱね、もうここでうまく書けないのはね、もうそれが全て、今の自分の実力、それが。ここで何度も直してても、そこからうまくなることもあんまないから、もうこれだ。もう私が今書けるのはもうこの顔しかないんだ。なんか変だっていうのは自分でも分かってるよ。自分でもなんかが変だし納得いってないっていうのは分かってるけど、やっぱ直しても正解にたどり着けないっていうのは、もう結局今の私にはこれが精一杯なんやって急になって、もうしょうがないから。でも次の私に期待しよう。これを書き切って、次のステージに行った時には何かね、時間を置くことで少し新たな発見があるかもしれないし、やっぱペンを入れることとか仕上げることっていうのは下書き以上に大事な作業だから。いわゆるここで終わらないことが大切大事、絶対大事。そもそもやっぱここで終わったら世に出せるものは一個も作れないから。そうね。下書きでつまずいてる場合じゃないんだって自分に思い返す。ペン入れして色までつけることで完成みたいな。しかももしかしたらペン入れは微妙でも色塗ることで補正が効いてすごく良くなるかもしれないじゃん。なんか加工で超うまくいくかもしれない。なるほどね。自分にはそこに才能があった。そういうこともあるかもしれないし、なんだったらみんなが自分が見せたいのはこのキャラの可愛い顔じゃなくて、ここの後ろにあるストーリー性かもしれないじゃん。なんか実はここに友達がみんないっぱいいて、これで今日は卒業式って本をなんか持ってるとすんじゃんかで泣いてたりとかして、そしたらもうなんか桜飛んでたりしたら上手くなったってエモくていい絵にはなるよ絶対に。っていうなんか自分の伝えたいことはそこじゃないかもしれないじゃない。なるほどね。ということであんまりもうね下書きに時間をかけすぎない、完成度を求めすぎないっていうのが私は結局一番大事なんじゃないかなと
思います。そこに至ったんだ、自分もね。至った。とか結局至ったし、何度も直してて良くなったことはあんまりない、私の経験上ね。で、1、2回の直しで良くなったらもうそれはそれで良かったと思う。あー、なるほどね。でもね、3回目の直しした後、4回目の直し以降は正直私の経験上、だんだん何が正解か分かんなくなってきて、特に顔だけじゃない、体のポーズとかも。なんか肘の位置おかしいかなとかってこうやって直してくるの、どんどん。でもどんどん変になってくる。私の経験上はね。まあでもそうなってるから、私がね。あ、そうなんだ。そうそう。だから、直してるよ、直してる。で、私が気にしてるほど世の中は実は気にしてなかったりするよ。その小さな違いを。でもたまにさ、これちょっとどうってたまにたまにあるじゃん。あるある。聞いてくる。俺何にもわかんないもん。そうでしょ？これいいんじゃない別に。そうなの。何が変なのかわかんない。でもさ、全然いいことだと思うんだけど、自分の絵にこだわりを持つこととかはやっぱクリエイターとしてね。だけどさ、受け取る側の人ってのはこっちの細部な違い全然気づいてくれなかったりとか。ちょっとしたこの肘の上げ下げとかね。そう。もうね、一発でガチンって直んない直しっていうのはね、多分まだ自分の実力がそこに至ってないんだなっていうことで完結させるのがね、一番いいと思う。まあ、やがてそこに実力がうまく到達するために、だったらもっとデッサン増やそうとかさ、クロッキーしようとかさ、もっといろんな人の作品見ようとか、模写しようとか、そういう方を練習してった方がいいかもしれないけどね。なるほどね。ということで、今回は上手な下書きの書き方でした。まあ、最後はちょっとね、もう極論に至ってたけど。上手な下書きの書き方って言うから、上手な下書きを書くためのなんかメンタル的な話だね。そう。だけど、まあまあ、初心者の人がここでつまずいてしまうのは、まあ、実はよくあることなんじゃないかなと思うし。なるほどね。共感できたらいいね、じゃあ。そう。でもまあ、おかしなことじゃなくてみんな一緒だと思うから、まあぜひここを乗り切ってみんな素敵なイラスト描きましょう。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎吾。バイバーイ。